はい、こんにちは。JBS の佐々です。今回はですね、バッティングのフォームの、チェックの方法だったりとか、調整の方法だったりとか、あとは指導者の方が、選手に指導するときですね、どういうところに着眼してやっていけばいいのかっていうところですね。フォームの大体の目安っていうものをお伝えして、それを選手は、プレーに生かしてほしいですし、指導者の方は、それをですね、指導するときに生かしてもらえるというふうに思っています。でまずですね、最初は構えですね。でこの時気をつけてほしいのは、お尻を引いて落とすということですね。で、つま先は膝を越えないということです。でこれよく、パワーポジションとか言われますけれども、そのパワーポジションをしっかり作るというのが大事ですね。これ例えば、棒立ちになっているとすぐ体が前に向いたりとか、股関節に乗らないので、その後の動作がスムーズでなくなってきます。まず第1ポイントとしては、お尻を少しこのまま引いて、ももの裏に張りを感じる感じですね。で少しそのまま落として、少し出ても大丈夫ですけれども、できるだけつま先を越えないような形で構えるということが大事です。で一つのこれの目安としては、膝が出ないこと、それから足首からこの膝の角度と体のこの角度ですねが、おおよそ平行になっていること、これがチェックのポイントになってきますので、ための動作をチェックされたり、自分でフォームチェックをするときっていうのは、そのあたりを少し意識してみてください。はい、このような感じで一つチェックのポイントとして使ってみてください。で次はですね、その構えとための動作ですね。ための動作なんですけれども、軸足の方にしっかりとシワが入っているか、股関節が深く入り込んでいるかどうかですね。これが一つの目安になります。でうまくできない子とか、足を上げる子なんかに多いですけれども、ポンと立っていくとここにシワが入ってこないんです。股関節に力が乗っている状態じゃないですね。でこれはももだったりとか膝周りの筋肉だったりとか、そういうところで使ってしまっています。でそうするとですね、次の動作がしにくいというのがありますね。次の動作は割れになってくるんですけれども、この割れの動作がしづらくなってくるんです。この時のためができているポイントとしては、簡単なのは自分の手で触ってみて入り込んでいくかどうかですね。指が挟まるかどうかっていうのが一つのポイントになります。であとはつま先もしくは足首でもいいですけれども、ここがおおよそですね直列になってくる、まっすぐになってくるっていう状態を作るっていうのが大事です。これ例えば膝が内側に入りすぎている状態だと、股関節には入りづらいですし、仮に足を上げたとしてもすぐ前の方に行ってしまいますね。逆のパターンだとよく膝が割れるとか、言いますけれども、こういう状態ですね。膝が割れている状態だと、ためをいった時に体勢が崩れやすくなってしまうというような形なので、一つの目安としては股関節に、指が挟まっていくというのと、軸足にしっかり、軸足が直列になることですね、っていうのを意識してみてやってみてください。はい、このような感じでやってみてください。で次は割れと言われる動作ですね。割れの動作になります。割れがなぜ必要かということなんですけれども、筋肉をしっかり伸ばすことができます。こうステップをしていくと、この筋肉、脇腹の筋肉、背中の筋肉が伸びます。筋肉が伸びたら縮むという性質があるので、性質を使って、反動が出るということですね。それから伸ばしていると、その後使うべき筋肉ですね。次に使いたい筋肉を、使う準備ができるということですね。もちろん個人差があるので、一概には言えないです。一概には言えませんけれども、一つの目安としては、このステップをした時ですねに足の一つ横ぐらいで、だいたい耳から肩ぐらいですね。ここら辺の間にトップの位置があるということ。それからバットヘッドですね。バットヘッドは芯の部分がだいたい頭ぐらい、バットの角度とか腕の角度によって一番加速しやすい状態になりやすいです。これも一つの目安として使ってください。あとですね、ステップをした時に、こう着地をちょっとまだドンと全部ついた時じゃないですね。ほんのちょっとついた時ですねに、少しまだ軸足の股関節のところにまだ余力があるというか、ためが少し残っている状態が望ましいですね。ただ、バッターによってはあまり、残さずにですね、もう一気にドンと強く持っていくっていうバッターもいるので、個人差があるところではありますけれども、一つの目安としてそのような感じで使ってみてください。
で少しじゃあ割れがですねしっかり十分に取れてるっていうパターンで、やってみたいと思います。で次なんですけれども、構えため割れですね。この後は、体重移動の横の動きっていうことが必要になってきます。よく言うここで、回転差だったりとか、捻転差ってよく言われているものですねっていうものを作っていきます。この腕がないとですね、かなりミートが悪くなったりとか、飛ばすっていうスイングを加速してくるっていうことが、かなり、弱くなってきます。できなくなってきます。でどういう状態になるかっていうと、ためを作って、このコマにですね、割れを作ります。でこの後ですね、骨盤が進んでいくこういう動きですね。でここの胸の部分っていうのが残ってくるっていうのが重要です。この動きが非常に重要ですね。で先ほどそのステップ割れの時に少し軸足に残しておくっていう説明をしたんですけれども、これも捻転をするのにここの動きを取っておきたいからですね。そうするとこの胸の部分っていうのが、残ってきます。ちょっとこれの目安って言われると少し難しいところではあるんですけれども、この体幹部のところから、上半身の部分ですね、上半身の部分が、そのままこういうふうにいかないということですね。常にまっすぐいかないということです。少し、上に行くにつれ頭が一番残りますね。頭が残って胸がだんだんもう少し残ってっていうふうに上に行けば行くほど残るので、ステップをして、視点の移動ですね、股関節から前の足に視点をクッと移していった時にここに残ってくるかどうかっていうのが重要になります。であとは、この胸が残って骨盤ですねとか体幹部が進んでいくので体にズレが出てきますね。で今度はこのねじれてるっていうのが今度戻っていくっていう反動が出てくるので、これが順番に動いていくっていうことが回転速度を速めてくれるっていう効果がありますね。ここでももう一つ重要なのはボールの見極めができるっていうことがあります。分離される状態、体が分離される状態っていうのがないといっぺんに回ってしまいます。そうすると一定のタイミングでしかどうしても打てないのでボールに対して調整したり調節したりということはしにくくなりますね。であと手がですね一緒にやっぱり前に出てしまうのと単純に体を順番にこう動かして力を増して出していくんですけども、それができていないので、パワーという意味でもやっぱり遅くなっています。速度ですね、速度っていう意味でも遅くなっています。で、捻転のこの目安なんですけれども、一つはここがクッといった時ですね、進んでいった時に前側の肩甲骨が背骨から一番離れる動作になります。一番残るってやつですね。手が残るとか、顔が残るとか肩が残るとか、そういう表現をされますけれども、この時グッといった時にここが残ってくるっていう感覚が大事ですね。この時に一緒に回転が早めに始まってしまうと、いわゆるその捻転があまりない状態で振ってしまっているので、捻転差の確認方法としてはグッときた時にここがしっかり残ってくることですね。一瞬ですけれどもこういう感じですね。スッグッと残ってくるんですねっていうような感じになっています。でもう一つ言っておくと、後ろ側の肩甲骨は、少しこっちが離れていくので後ろ側は少し背骨の方に寄っていきます。ここで少しバットが少し下がってくるので、この時に後ろ側の肩甲骨は一番背骨を中心に寄っていく動きになります。こういう感じですね。はい、そうするとですね、一番トップが残って、その後、回転をしていった時に肩がこう入れ替わっていく、肩甲骨が十分に閉じている動きから引けてくる。でこっちは少し背骨側に寄っている動きがスイングで離れてくるというふうに肩甲骨は一番大きく動いてくれるので、それによってバットヘッドの、スピードを上げてくるということが可能になってきます。では次にちょっと意識してやってみたいと思います。ここまで来たらですね、最後は、思い切って回転をしていくということになってくるんですけれども、この時重要なのは鋭く回転していくかということですねが重要になってきます。そのための一つのやりたい動作ですねに関しては、前足は伸ばす、で軸足を回すっていう感じですね。この動作が必要になります。でよく多いんですけれども、膝が曲がったままだったりすると膝がですね緩く動いてしまうので、どうしても、回転をした時にですね視点が定まっていなくて回転が速くならないですね。
あと大きく動いてしまうので、それにつられて上半身、バット、手、頭っていうようなそれ以上上の部分っていうのも、いわゆるブレというものですね、ブレというものが出てきます。なので正確に、コンタクトすることだったりとか、バットを加速させるっていうことができにくくなります。で、回転の際は、ここまでは少し足は曲がっている状態ですね、曲がっている状態ですけれども、少し、自動的に伸ばされながら後ろ足をしっかりねじっていく感じですね。この股関節部分が前に出て、でこっちは伸びて、でこの伸びていくときにしっかりここがまたこれ直列になってるっていうのが重要ですね。視点の役割になるので、しっかりと視点を定めて、そこに対して回転を入れていく、後ろ腰をぶつけていくような感じでいくと、鋭い腰のターンというのが生まれてきます。でこの股関節の内旋が、あまり強くないとですね、ポンとこう軸足が伸び気味になるので、ねじっていく動きっていうのが強くなりますね。一つの目安としては、ある程度右足のグッといった時にここに角度がついてくるっていうのが一つの目安になってきますので、そちらも合わせて確認をしてみてください。次、いいパターンいってみます。では今回はですね、選手が自分の技量を高めるためにもチェックをしてほしいところと、指導者の方は選手に指導するときにどこに着目していけばいいかということですね。少し大まかではあるんですけれども、説明をしていきました。一応大きい動作としてはこれぐらいが押さえておけると、十分にパフォーマンスの向上というところにはつながってくると思うので、練習をしたりとか、指導の時に使ってみてください。それでは今回は以上となります。よろしくお願いします。